は毎日とかもあるんですか？バナナブレッド用のバナナで、皮がバナナのこう入れ物になって中の水分がちょっと凝縮されて甘さがこうちょっと増して、でぐずってくれるんで、それを水の代わりにして。めちゃめちゃ熱いです。ちょっと卵入れますけど、水のほとんどはもうバナナからの水で、あんまり潰さずにちょっとバナナ感が残るように。クリームパンです。アールグレイが生地に練り込んであって、ブリオッシュ、飴色玉ねぎのブリオッシュ、玉ねぎを飴色になるまで炒めて、それをブリオッシュに入れて、これメロンパンです。広島の藻塩をフルードセル代わりに、熱いんでちょっと塩分取ってほしいね。カントリーです。分割して少し復温させます。粉の 20% 種が入っているやつ。湯種が入ってんで、もちもちした、もうこの時点でもちもちした感じです。食感は蒸しパンみたいな感じなんですよ。クロワッサンの生地にライ麦が、北海道のライ麦全粒粉を1割加えてあって、うどん用粉ですね、農林61号農薬を使ってないものも地粉として 13% ぐらいですね。古代穀物のパン、
よろしくお願いします。これ第20のピローね。はい。方はいらっしゃったりとかするんだけど、何種類ぐらい今あるんですか？何種類あるんですかね。4、50とかですかね。あんまり数えてないんで減らしたいんですけど、なんか、あ、これ減らすとあの人がとか顔が浮かんじゃうんですよね。こう悠長にタラタラやってたらもうにじんでもうぐちゃぐちゃになってってしまうんで、この粒感が残んないんですよね。真ん中に前発酵させないでパイっぽく焼き上げます。火曜日休みだからちょっと地元の赤ちゃんとブッダ君のカレーと、あと佐久の木内さんって農家さんの蔵かけ豆って向こうの在来種をおはようございます。スコーンお一つお待ちです。はい、4分ほどかかります。それなんですか？これはサワードビスケットです。のサワードですか？あ、そうです。あと2分で古い焼き上がります。白ワイン漬けしたグリーンレーズンが入ってます。はい、ブルーベリーの全粒粉スコーンです。お待たせしました。
あと2分で古代穀物のパン焼き上がります。米粉生地です。米粉を発酵させた。この間マリコだったからあんまりはい、今日岡山から渡辺さん、はい。これで今度10月20日ちょっと僕たち今発酵種って3つぐらい、3つ4つ4種類。はい、自家培養。自家培養は4種類。そうですね。なんかどういう時にどういうものを使ってるみたいな考え方とかってあるんですか。そうですね。そうですね。海分全粒粉にしろ、小麦全粒粉にしろ、ライ麦全粒粉にしろ、配分値が上がっていくと、穀物感がこう増えてくる。こうともするとムッとしてしまうというか、それを防ぐためにその酸味をこう当てるようにっていうのではルヴァンリキッド、小麦と水を継いだものを量を調節しながら使ってて、で、それもその甘い酸味がいらないものは、少なめだったり、さらにそのなんていうんでしょう、イースト由来の種とパタフェメンテっていうのをこう作ってるんですけど、それはその継いだ種ではなくてイーストを加えた種ですね。バゲットとかはそれだけで仕込んでるんですよ。それは毎日仕込んでて、でそれと例えばルヴァンリキッドとかっていう感じにしてこうさらに抑え気味の酸味とかっていうのをやってたり、あとはじゃがいものパンとかはオリーブオイルと合わせたい地中海の方のよくその散見されるじゃがいもを合わせたで引きをなくしたパンってあるんですけど、それを参考にしてて、なんでそういうこうちょっとオリーブオイル系のパン料理とか軽めの料理と合わせるのに酸味っていらないんで、そういう時でもややこう時代がだんだん変わってきて全粒粉を少しこう増やしていって、でそこに対して少しそこにマスキングをしたいというか美味しさをこう当てたいっていう時なんかにはそのイースト由来の種とサワーダね、ライ麦と水を継いだ種をほんの少量入れてあげるとちょっとこう雑味みたいな酸味とは言えないこうちょっとこうあったかい感じのほのかにあったかな発酵感がある味みたいな、でもなんだかわかんないみたいなその程度の感じができたりとか、あとレーズン種は単純にこう補助的な発酵で皮を薄くしてこう色付きを良くして、じゃがいもパンなんかも本当分かりやすくその粉の半分量をマッシュしたポテトじゃがいもを入れちゃってるんですごい色付きが悪いんですよ。その色付きの悪さをこう改善するためにレーズン種を少しかましてあげて皮を薄くこう色付きを良くっていうのを目指してる。こんにちは。麹で一部粉を溶かしてるんで、はい。普通のノーマルの生地だとこう生地の方が硬くて生地を食べてる間にカレーがボチョって出てきたりしませんか。すごいこう食べるとこう快適さがないんです。口引きをなくしてあげることでふってこう食べられるように。はい、お願いします。その成分はもう本当小麦と水とあと麹ですから。
まあ、もちろんすごい単純なもんですし、でもその時間っていうんですかね、温度の与え方と酵素の動く時間と与えてあげるだけで、まあ、こういうなんていうんですか、食べやすさが生まれる。結構マッシュポテトとかも多くインスタントのポテトフレークをみんな使うんですけど、でもどうしても国産でも、まあ、漂白されてたりとか、あと添加物が入っちゃってるんで、まあ、それだったらもう生のじゃがいも。でもじゃがいも生のを使うとすごい酵素が動くんですよ、じゃがいもの。なんで結構つぶつぶが見えてたと思うんですよ。あれ色素っていうか酵素が動いた結果の色素が浮いちゃってるんですけど、まあ、それでもやっぱそういうものを使うよりかは全然いいかな。例えばコントレックスとかもやっぱ海外のものですし、モルトも今でも使ってますけど、そういうのを例えばコントレックスの代わりに、バシナージを使うとか、塩麹油種をかまして、甘さが出ない程度にかまして、水分量が 2-3% 上がるコントレックス分ぐらいの効果を得るとかと同時に酵素の利用を期待してモルトを使ってたんですけど、それは塩麹油種も酵素が入ってるんで、麹由来ですけど、麹は100種類ぐらい酵素が含まれてるっていうふうに言われてるんですけど、まあ、それを加えることで、まあ、そういうものを少しでも減らす、後々はもう排除するっていう。つけたよ。ハードビスケット今焼き上がります。はい、ビスケットです。ありがとうございます。一日を。パプリカが乗ってるのはエスカリバーダってスペインのピザみたいなコカっていうのがあるんですよ。コカってコカ・コーラのコカと同じ綴りなんですけど、ピザとの一番の違いはチーズを使わないことなので、これは向こうの現地の定番なんですけど、パプリカとナスを直火で火で炙って真っ黒く焦がして、でそれを皮をむいて、でオリーブオイルでマリネしてっていうのを上に乗っけて焼くだけっていう、すごい美味しい。食べた瞬間にムンっていう香ばしさが鼻に抜けて、で味は塩味だけなんですけど、もう十分オリーブオイルのしみしみ感がすごい美味しい。隣のピザみたいなのはこの時期のズッキーニ使ったサルシッチャの代わりに鶏のひき肉で鶏つくねを作って、で下フロマージュブランって表現的にはフランスのタルトフランベの表現で、まあ、でも多分向こうにはないんですけど、そんな組み合わせは。一応なんか僕の中ではなんか巻き釜の熱の動きをちょっと再現しようとしてて、さっきのカントリーとかああいう系のパンはみんなそうですね。最初下火をがっつり揚げておいて、余熱はがっつり当てて、で入れて上火を切って、でそうすると冷たい生地が入って、
まあ、上のこう雰囲気の温度がだんだん下がっていくんですけど、その間にその焼成第一段階でその下からのこう直接的な強いこうカロリーを受けて生地がこう玉伸びしてって、で大体大きいパンだと12分ぐらい上がり続けるんですけど、その間その高温からこうあまりこう上火をこう強くしすぎると高温にさらされて止まってしまうので、それがこうできるだけこう持続的に最大限伸びるようにしてあげて、で間で一発12分ぐらいだと中のこう冬つけた蒸気が飽和状態から外れるんで、ありがとうございます。一発ちょうど真ん中ら辺ぐらいでもう一発蒸気をバブルをかましてあげて、で今度は上のこう持ち上がり切ったところで今度は上火をつけてでクラストの形成、メーランド反応とキャラメリゼリアクションで2つの反応でクラストを香ばしくいい焼き色にして、で最後は水分を飛ばす第3段階は温度を下げてあげて、巻き窯ってなんかその時間に対しての温度がこう連続的に加工するっていうのがその時々のその焼成段階で生地が求めてるそのカロリーとすごく合ってるっていうのが巻き窯のいいところって言われるんです。それを電気窯でも再現することはできるかなって。特にうちの生地はタンパクの量が少ないんで地元のものを使ってる、そういう熱の動きを利用しないと全然上がってくれないです。ありがとうございます。あらゆるところを考え抜いていやすごいしますね。いやなんか、みんなそういう風にしてると思います。そもそもなんでパン屋だったの？僕公認の時に朝日新聞の日曜版で、今も持ってます。後でお見せしますけど、フランスとベトナムの文化比較みたいな記事があって、その当時フランスではベトナムではホーチミンとかハノイとか都市部からだんだんとこういう窯が入ってきて、で巻き窯が減ってきて、で地方の方でまだ巻き窯があって、それを恥ずかしそうにその記者にうちはまだこれなんですみたいな感じで見せてるのに対して、その当時フランスのパリでは、コアラーヌですけど巻き窯のお店にすごい行列をなして、なんかその時はめっちゃ結構環境問題が社会でも取り沙汰されてて、酸性雨問題とかダイオキシンとか、あと農薬、レイチェル・カーソンの沈黙の春とか黒い雨とか、そういうのがすごいあって、家庭の焼却炉、家庭ゴミを各家で焼いちゃダメになったりとか、なんか銅像が酸性雨でちょっとおかしくなってくるとか、そういうのがあって、環境すごい僕も興味あったんですけど、なんかパンって最新のものが下手したらなんか昔のものっていうになり得るっていう、なんかそれすごい面白いなと思って、でそれは後々もうこじつけですよ。後々よく考えるとその記事は1993年だったんですよ。93年っていうのはフランスにとって、フランスのパン屋にとってめっちゃ大事な年で、パン法って例えばブランジェって名乗るには同じ場所にキッチンアトリエがあって、そこで焼かなくちゃいけないとか、そういうふうに
大事なことが定められた年で、だからおそらく朝日新聞なんかは、そこからその話題としてそういうパンを取り上げてくださったんだと思うんですよ。で、それを見て僕は興味を湧いたっていう。ありがとうございます。こういうのってことは網目状になるってことですね。そうですそうです。はい。18度で何時間ですかね。ちょっと18時間今超えちゃってる感じです。でこれは 5% のイースト由来のイーストを加えた種を加えてるんです。その 5% の中に、計算するとイーストの量は 0.0025% ぐらい。ありがとうございます。測れないんですよ。そのイーストだけで別にいいんですけど、それだとごくごくわずかすぎて測れないんです。なんで一度こうイーストで発酵させる種を作って、そこからこう切り分けれるぐらいの量を配合させる。例えばコンプレとか昨日のみんなのパンとかは 0.1% のルヴァンリキッドなんですよ。サワー種と合わせる 0.2% の自家培養種 VS 0.0025% ぐらいのイーストの量だとちょうど同じような振る舞いをする発酵の強さ。そのぐらい微量にしてあげるとイーストもすごくなんて言うんでしょう、全然暴力的なただ膨らませるだけみたいな存在じゃなくて、めちゃめちゃゆっくり動いて、で小麦の風味をシンプルに美味しさを引き出してくる。工業的に単一で培養されたものなんで、でもとはいえ生きてるものですし、自然は自然だと思います。なんかそこに区別はあまりないかなっていう気がします。ただもちろんうちはサフ社ってフランスのイーストを使ってますけど、やっぱそういうサフ帝国からの束縛っていうか、その元でパンを作ってるんで。はい、今焼き上がります。精神的にはそこからいつか出したいな。酸味のないパンの表現っていうのも使う側、お客さんからすると必要なんで、そういう場面、食卓の場面必ずあるんで。あとはレーズン種をイーストの代わりにする。ゆうはやすしっていうか、そうやってフミグラフィコのフミさんとかされてるんですけど、すごい大変なことなんですよね。そこまで僕は全然至ってないんです。そこはちょっとインスタントにイーストを使うにとどめてるっていう感じです。でも厳密的に言うと例えばじゃあレーズンはどこから来たんだとか、じゃあ国産なの、いやでもそうじゃないよねみたいなとこもあるんで、なんかまだそこに完璧さがないっていうか、例えばですよ、大麦とかすごく菌が入りやすいんですよ。大麦を培地にして、大麦の麦芽を培地にして酵母を作れるのかとか、毎日ほぼ作ってるパンオルバンテカンパーニュ的なやつにはみなかみのオクトワンブルーインさん、やすくんとみわさんと2人でやってるすごい素敵なブリュワリー、マイクロブリュワリーがあるんですよ。そこで麦芽を作るときに出てくる麦汁を作るときに出てくる麦芽のカスをいただいて、でそれをパンに練り込むっていうことをさせてもらってて、
古いイギリスの文献とか見るとそのスペントグレインって言うんですよ。スペントグレインを使って種を起こしたり、それ自体を生地に入れて、パンの材料にしたりとかしてた歴史があって、でもいつの間にかビール醸造とパン屋ってこう存在が離れた。特に日本なんか酒税法の関係でその素材の出し入れがその醸造所はすごい厳しく制限されてるので、おいそれと簡単に入って渡せられないんですよ。全部帳簿にこう記さなくちゃいけない面倒があるんですけど、同じ地域の取り組みとしてほとんどはその廃棄するものなんですよ、現代では。それをこう活用するこうやり方を一緒に模索させてくれたりとか。こんにちは。すげえ重い。でも旬ってなんですよ。県産のこれのそうですね。もうキノコが旬となります。トウモロコシは県産のやつを皮ごとオーブンで高温で焼いて、でそれを削いでちょっとこうトウモロコシの甘さと紐付けするために下にモッツァレラと、ありがとうございます。良い一日を。ちょっと甘みのあるマスカルポーネをちょっと下に忍ばせて。で、ルヴァンが1.5の預かりです。マイスとフンギ焼き上がります。タイマーお願いします。ありがとうございます。あとメル袋が1枚5円になるんですが、ご用意もう立ちすぎてて、パンしかないから、おお、がちょっと飛び出しちゃうんだ。そう、だからどっちかで取らなきゃいけない。バナナブレッド。バナナブレッド、はい。今日あと2個で。はい。それがちょっと損なわれちゃうんで。甘夏？まだあった。ジャムにして取ってあった。どうぞどうぞ。はい、こんな感じです。いつもこんな感じです。これがエムリーミルク。ちょっと今日更新しないんで、ちょっとやや元気ないですよ。これは小麦とお水です。でこれは大麦の麦芽の種、レーズン種的なやつの麦芽版ですね。これはビールのパンに使ってます。
もうこういう量で全然持っちゃう。でアクティブな麹を使う人も結構いると思うんですけど、はいはい。僕は基本今のところ塩麹にしてます。で麹は地元の漬物屋さんでハリスカさんって方がいらっしゃって、これディアンドの塩ですけど、麹もう今麹がギャーって言ってるんです。ああ、そうです。塩きたーみたいな。でそうです。これをまぶしてあげて、塩をまんべんなくまぶしたら、麹と同割ぐらいの水を加えてあげて、でちょっとこう混ぜてあげて、もう菌自体はおさらばしてしまって、でこの後はでもこの今までこう麹が作ってきた酵素だけが動いて、でこのまだその麹がついてた米がまだちょっとこう芯があるんですよ。でこれを10日間ぐらいかけてあったかいところに置いて1日1回こうちょっとスプーンで混ぜたりあげたりとかして、変な腐敗とかが起きないようにしてあげて、麹菌がこう澄んでいた、米が芯がなくなってドロドロになって、もう見た感じもう粒がもうこう砕けた感じになってって、でそれを加えてあげるともう全然その米の粒が残らないような感じの塩麹が出来上がる。何に使うんですか？これをその一部の粉と合わせてあげて、これはまた別のその糖化させたそのものですけど、これになる。そうです。これ舐めるとめちゃめちゃ甘いんです。でこれを生地に入れる。そうです。はい。ちょっと昔のそのパンってストレートのパンとかフースラントなんかでもそうですけど、ちょっとスカッとした味のバゲットとかあったと思うんですよ。それってある程度の大きなイーストだったりとか種がパンのその生地の栄養を食べちゃう。その栄養を食べきれないぐらいなんて言うんでしょう、こう糖化させてこう湧き上がるその糖分をこうそのユニットをこうかましてあげることで、最終的に食べた時も特に最後のこう食べて、酸味とかこうストレートな小麦の風味とかを感じて、でこう口の中にこう喉に入っていく時とかに最後甘さで終わるみたいな。そんなこう強い甘さは僕は入れたくはないんですけど、ちょっとこう甘い余韻で終わるみたいな。どうしてもこうなんて言うんでしょう、食べる方の層をこう大きくしたいなって思う時とか、ちょっとご年配の方だったりとか、なんだろう、2日3日経った後のもう美味しく食べてもらいたいとかっていうふうに思う時に、こういうものをこうかましてあげることで食べやすくなる。でも食の経験がすごい豊富な方は、そんな必要ないですよね。本来は自然ななりで食感もこうだんだんと乾燥してって食べづらくなってってに合わせて食べ方もこういろいろありますよね。なんかスープに浸して食べるとか、そうですね。なんかそういうのはだんだんともっともっとこうパンの文化が日本に浸透してくれば、そういう食べ方みたいなのもみんな分かってくると思うんですけど、今はまだまだそこまでこう至らなくて、もう少し食べやすく手に取ってもらうみたいなのをまずはしても、日本ってパンの文化がないじゃないですか。だから例えばフランスのパン屋とかイタリアのパン屋とか、
こんなこと考える必要ないんですよ。もう歴史がもう証明してますから、そこの粉を麦を使って、もう完璧なバゲットが作れますし、その旧世界のそのヨーロッパの料理のこう体系の中でもうこういう時にはこういうパンだろうみたいなもう出来上がってますし、もうそこってもう本当に火の打ちどころのないぐらいこう完璧にこう整っててっていうものの中では別に考える必要ないんですよ。でも僕たちはそのパンの文化なかった国なんで、第三世界なんでこう新世界でもないですし、なんでもっともっとこう考えなくちゃいけないのかなって。だから僕たち日本人のパン屋ってもっともっと世界に行って、例えばカンボジアとかタイだとかアメリカとかオーストラリアとか行っても全然その場所でパン作れる知識を持ってるんですよね。なぜならっていうか、そのもともとこの土地でこう取れた麦で全然フランスとかドイツとかと同じようなパンを作れない。その中でこうもがいて、その質とかをこう見抜いてパンに調整していくみたいなのをこうしてきた、当たり前のようにしてきた人たちだから、他の地に行ったってそういう調整を当たり前のようにするんですよ。だからもっともっと僕たちって本当はその海外に行ってもこう活躍できるこう素地があるっていうか、文化がないからこそ他に行ってこう活躍できるっていう、文化がないって一見ネガティブですけど、すごいこう強みでもあるっていうのをこう気づかさせてもらったね。もうチャンスがあればまた行きたいなと思うんですけど